世界チャンネルのコウタです。タエです。今回は海外在住者に聞いた You は何して稼いでるの第1弾をテーマにお話しします。はい、今回はね、我々の海外在住の友人知人の方々に何をして稼いでいますか、生活していますかということをインタビューしてきましたので、ぜひそちらをご覧ください。気になりますね。それでは行きましょう。 Let's get started。 世界中チャンネル。それではお名前お願いします。はい、クアラルンプールに住んでいる五十嵐セリナです。はい、肩書きは何でしょうか？肩書きはプロデューサーです。はい、どこに住んでいて何年ぐらい住まれていますか？クアラルンプールを拠点に2年ほど住んでるんですけれども、世界中旅しながら生活してるので、クアラルンプールには半分ぐらいですね。今どこにいるのとお互いなんか連絡しながら、確かに、バリであったりとか、クアラルンプールであったりとか、いろんな場所で、はい、ありがとうございます。ズバリどうやって稼がれていますか？ズバリ、オンラインのコンテンツで一番メインは稼いでいるんですけれども、今はプロデューサーとして商品のパッケージのデザインだったりとか、商談に入ったりとか、人のコンテンツを外に出すお手伝いもしています。はい、ありがとうございます。では海外移住したいけどちょっと稼ぎに不安がある、どうやって稼いでるか分かんないっていう方にアドバイスをお願いします。それはですね、ズバリ決めるってことですね。はい、つまりやっちゃえってことでよろしいですか？やっちゃえってことですやっちゃえばなんとかなるということで、これは本当にいろんな方の共通した意見なので、ぜひやっていただければと思います。ぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお名前お願いします。柴田洋介です。はい、肩書きは何でしょうか？EIJ 株式会社の代表取締役社長をやっております。はい、でどこに住んでいてどのくらい住まれていますか？今はインドのゴアというところに住んでいて、インド在住歴は14年目でございます。ズバリどうやって稼いでいますか？我々はですね PR 事業がメインの稼ぎどころです。日本の商品とか日本の企業がインドでどうやって稼いだらいいかというのを我々がサポートしているのがビジネスです。はい、ありがとうございます。これから海外で出たいけどなかなか稼ぐのが不安だっていう方にもしアドバイスがあるとすれば何かありますでしょうか？まず現地に行くと必ずビジネスの種はあるので、まずもう足を運んでみて、そこでいろんな、お困りごとなどをですね、解決してあげるとおそらく仕事はたくさん海外にはあると思います。で結論インドに来いってことですね。さようでございます。はい、皆さん待ってます。はい、インドに来てください。お名前をお願いします。はい、中国の大連に住んでおります松井と申します。肩書きは何でしょうか？創業289年松井味噌の代表をしております。どこに住んでいて何年ぐらい住まれていますか？中国に住んで35年になります。大連という町です。ズバリもう聞くまでもないですが、どうやって稼いでらっしゃいますか？はい、世界中の、和食店にお味噌作って売ってます。皆さんがお食べになっているその調味料の中に入っていることがねあるということですよね。世界で日本以外で作っているお味噌では35年世界一を続けてます。素晴らしい。でこの後海外移住したい、でもお金を稼ぐのは不安だっていう方にアドバイスがもしあればお伺いしたいと思います。はい、海外は情報がないから怖いって言ってるけど、すごく物価が安くて稼ぎやすい、で給料たくさんもらっても全然税金払わなくていい、すごくいい環境です。絶対やった方がいいってことですね。もう35年いて老舗なのに帰る気全然ないです。はい、ありがとうございます。ではありがとうございました。ありがとうございました。それではお名前をお願いします。はい、小田原康と申します。よろしくお願いします。小田原さん、肩書きは何でしょうか？パーソネルコンサルタントという人材紹介会社で代表取締役社長をしています。はい、小田原さんはどこに住まれていて、何年ぐらい合計で住まれていますか？タイのバンコクにおりまして、1993年からですので、もう33年ぐらいになりますね。33年目ですね。ズバリその33年どうやって稼がれていますか？ですね、タイはその90年代からぐんぐんその日系企業の進出ラッシュが始まって、でその間に人を採用するっていう、仕事を始めたんで、その企業に対して人を紹介するっていうことで、稼いでおります。はい、はい、で海外移住したいけどちょっと稼ぎが不安だっていう方にもし何かアドバイスがあればお願いします。そうですね、30年いるんですけども、もちろんいろんなビジネスをやる方が来ては帰ったり残ったりしていますけれども、もう続けることなんですよね。でとにかく自分がこれはいけると思ったことを頑張って続けること、でそれプラス当然柔軟性を持って臨機応変にできなかったらやめるって考えなきゃいけないし、でも居続けるとまだまだ海外の場合は成功するんですよね。だから諦めなければ、チャンスはいくらでもまだあると思います。はい、ありがとうございます。はい、それではね、今回我々が参加したワオジェという組織についてね
たゆみさんとちょっと語ってみたいと思うんですが、はこれはたゆみさんどんな組織ですか？はい。世界で活躍する日本人の起業家のコミュニティになっています。アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど南極以外の大陸すべて支部を展開していると。その会員は800社を超えています。すごい規模で毎回盛り上がるよね。めちゃくちゃすごいよね。年に1回こういったグローバルベンチャーフォーラムという、一堂に会総制というようなイベントがねありましたね。世界大会みたいなものが開かれていまして、今回の会場はドバイでした。はい、ドバイでした。前回はハワイ、その前はインドということでやりましたね。はい。でさらにゲストが豪華。豪華。誰でしたか？今回は元日本代表サッカーにトップ中のトップだよね。はい、サッカー日本代表の中田英寿さん。はい、ちょっと写真はね NG ということはないんですが、はいまさにね我々話を聞きましたね。ねえ、すごかったですね。そしてもう一人はゾス山本さんという。もう二人ですね。もう二人ね、うん、はい。ゾス山本浩二さんという、100人の起業家を生み出した、社長を生み出したね、社長さん。はい、YouTube 参照です。はい。はい。それからさらにベストセラー作家、世界900万部突破の本田健さん。はい、本田健さん、はい、我々もたくさん本を読み勇気づけられました。そうですね、ユダヤ人大富豪の教えなどが超有名で、皆さんもね、読んだことあるかなと思います。はい、それではお名前をお願いします。はい、玉井成親と申します。肩書きは何でしょうか？なごみトレーニングサービスの代表をしてます。どこに住んでいて何年ぐらい住まれていますか？はい、ベトナムの、ハノイに住んでまして、約4年間住んでます。ズバリどうやって玉井さんは稼がれていますか？はい、日本食レストランと日本からの錦鯉の輸入販売、あと人材関係ですね。はい、はい、で海外移住したいけどお金の面、稼ぎの面が不安だなっていう方にもしアドバイスがあればお願いします。まず出るっていうことですね。さっきの方も同じこと言ってるんですよ。もうまずやってしまえと。はい、もう誰か絶対助けてくれます。確かあれですね、ポイントですけど、ベトナム語も英語も喋れなかったというのは本当ですか？喋れないです。今でも喋れない。日本語だけでなんとかなんとかなるなんとかなるということで、ぜひ出ていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。お名前をお願いします。はい、上野啓二と申します。肩書きは何でしょうか？肩書きはリビングアットイーズという会社の、経営者をしております。どこに住んでいて合計何年ぐらい住まれていますか？はい、タイのバンコクに、18年ほど住んでおります。はい、ズバリどうやって稼がれていますか？タイマッサージのサロンとかタイ料理屋とか、あとタイハーブの農園とかっていう形で、タイのいいものにそこに日本の良さを掛け合わせてタイと日本で、売っていると、そういう感じです。はい、ありがとうございます。では海外移住したいけど、ちょっと稼ぎに不安があるなっていう方に何かアドバイスがあるとすればお願いします。若い人は今はいっぱい仕事も現地の仕事もいっぱいあるんで、若い人はとにかく飛び込んだらいいんじゃないかなとか、もうまずは行ってみるみたいなところかなと思いますね。とりあえず、行ってみろということでよろしいですね。なんとでもなります。なんとでもなるということですね。ありがとうございます。では上田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではお名前をお願いします。はい、こんにちは、佐藤浩一と申します。肩書きは何でしょうか？株式会社シュークルキューブジャポンの代表取締役です。それとあとはフランスにシュークルキューブテクノロジーズという会社があって、あとセネガルに積み木ジャポンという会社がありまして、それ両方代表させていただいてます。はい、でどこに住まれていて何年ぐらい住まれているでしょうか？そうですね、25の時にフランスに移住してですね、20年ぐらい住んでて、20年で、そろそろ飽きたかなっていうのもどっかちょっと妻と話をして、でセネガルに行くことにするときに日本に会社を作って日本の投資とかパートナーを得るために日本に出たんですが、その先にすぐセネガルに移住しまして、移住というか私一人なんですけどね、7年経って、四半世紀海外にいるような感じですね。ありがとうございます。ズバリどうやって今稼いでいらっしゃいますか？一つはフランスの会社がもう17年目になるんですけど、日系企業の IT サポートをしてるんですね。そこの給料で生きてるっていうところと、あとセネガルはやっぱりなかなか現地でお金が稼げないところがあるので、日本の省庁と連携して、その補助金とか調査委託とか合計そうですね7000万8000万ぐらいになるんですけど、そういったところの実証のお金を使いながら、そしてあとは日本の出資をいただいているところがあるので、そのお金を使いながらとか
かそのあたりでやってるっていうような感じですね。あとは今日ユニセフからですね、発注が来まして、ようやくなんか現金化というか、ちゃんとなったので、そういったところで食ってるって感じですね。素晴らしい、ありがとうございます。で、海外移住したいっていう方が多いんですけども、どうやって稼ぐか心配だっていう方が多いので、その方にもしアドバイスがあればお願いします。海外移住にとってやっぱりビザの取りやすい国っていうのが大事かなって思うんですね。で、一方でビザが取れれば日本人って珍しいとすると、やっぱりチャンスがあるんですね。だから日本にいる日本人の方が、俺ビジネス大変じゃねえのって思ったりするんだけど、そういう意味だとフランスで17年目の会社というのは日本人しかいないから、日本人が頼ってくる、そういったところでその優位性というか、得意性というかはあるので、やってみることはやってみるでめちゃめちゃ面白いと思う。まずはチャレンジしてみろということですね。そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではお名前をお願いします。はい、岡本拓馬と言います。はい、では肩書きをお願いします。はい、フィリピンのセブ島でクロスロードという親子留学を、の学校をやってます。はい、そこのどこに住まれていて何年ぐらい合計でお住まいですか？フィリピンのセブ島に15年ぐらい。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。ズバリその中でどうやって稼がれていますか？もう英語学校の、運営経営ですね。それで稼いでます。はい、なるほど。で、海外移住したいんだけどちょっと稼ぎに不安があるなっていう方に対して何かアドバイスがあればお願いします。僕らフィリピンのセブ島へ留学して、その後世界一周妻としたんですね。それをきっかけでセブ島のことが好きになって、チャンスを見つけてですね、起業したんですね。なので皆さんもまずは出てみる、特にセブ島の語学学校なんか最高だと思います。英語学べるし。なるほどなるほど、わかりました。ということはまずセブ島に来てみろということでよろしいですかね。はい、では岡本さんにアプローチしていただければと思います。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。はい、それではタミさん、ここからは海外在住者の印象をお話ししてみたいと思います。今回ね、いろいろなたくさんの人に会ったし、今までおそらく1000名以上の海外に移住したと、特に我々多いのが駐在というよりも自分の意思でこの国がいいと言って、経営者であるとか独立しながらフリーランスでやりながら移住されたって方が非常に多いよね。そうですね。もう現地の方を雇って現地で完全にもう根ざして起業してる人たちもいっぱいいて、本当に皆さんなんか勇気あんなってすごい思いますよね。勇気あるなと思うんですが、今インタビューでね聞いていただいた通り、とりあえず最初は行ってみることからみたいなね。そう結構ノリで行ってる人多いよな。そんなね人生設計とかやってる間に行っちゃった方が早いんですよね。いやほんとね、準備整えてから行こうなんてねしてる人一人も聞いたことないよね。そう日本人はどうしても〇〇の準備どうしたらいいんでしょうか、海外移住の準備、お金はとか言語はとかいうふうに思ってらっしゃいますが、もうここで海外で、生き残ってる人行っちゃえっていう感じでもう行く人が多いということで、特徴として非常にエネルギーが高いと、テンションなのか何なのか、オーラなのかわからないけども、とにかくエネルギーを感じるんですよね。そうやな。もうさ、そのエネルギーないと無理じゃない？だってさ、日本の常識なんか一切通じひん世界にさ、みんな飛び込んでさ、ビジネスやるわけやからさ、もう負けてられへんわけや。いろんなことが。でこれはね、本当に毎日何かしらトラブルがあるというふうに考えていただきたいんですけれども、だからこそエネルギーが身につくと。でこれってなんかトラブルだって大変そうだと思うかもしれませんが、いざトラブルの本人になってみるとそうそう大したことはないみたいなね。なんか我々もいろいろトラブルありますけれども、言われてみるとそうでもないなみたいなねことはたくさんありますね。それまたお話ししますので楽しみにしていてください。では自己紹介をお願いします。はい、ASEAN ジャパンコンサルティング代表の阿部と申します。どんなお仕事してますか？そうですね。仕事内容は基本的には日本でいうと矢野総合研究所みたいないわゆる企業向け市場調査で、お客さんが銀行とか商工会議所とかジェトロさんとか、いわゆる、大きい組織に向けて市場調査のサービスを提供してます。海外在住歴を教えてください。はい、2004年からバンコク、タイの方に住んでいて、でサラリーマンを少しやった後に独立して、今東京の方の事務所とタイの方の事務所で2つでやってます。タイでどうやって稼いでるんでしょうか？はい、こっちでは法人を作らせていただいて、そして市場調査サービスを提供してます。なるほど。で日本からご依頼があるケースと、タイの日系企業からご依頼があるケース、
その他に、お客さんがタイ企業さんだったり欧米系の企業さんだったりいるので、その人たちから依頼を受けて、で我々は市場調査のレポートを先方にお渡しします。サービス費用をいただいて稼いでいます。海外移住したいけどどうやって稼ぐのか心配ですという方に向けてメッセージをお願いします。一つ目がまずその国に一回行ってみて、肌感に合う合わないを決めた方がいいかなと思いました。で、長く住もうとすると、ビザだったりとかそういう滞在条件があったりするので、会社を作ってビジネスやるパターンと、長期滞在ロングステイなり、富裕層ビザなりいろんなパターンがあるので、それを一回学習してから、現地に、飛ぶみたいな形がベストかなと思ってます。営業力は持ってた方がいいのと、あと現地の日本人の方からご紹介をしていただける環境づくりみたいなところがポイントになりそうかなと思いました。りょうげんちゃん、自己紹介を1分程度でお願いします。はい、杉山元和と申します。みんなから玄ちゃんというふうに呼ばれていて、僕の仕事はですね、マイルコンサルをやっていて、結構変わった特徴というのは、クレジットカードを全く使わないという、そういう貯め方をしているのと、あと僕自身非常にマニアックですから、使い方のところも、初心者の方からマニアの方に対応するような、そういうことをやっております。で今回、日本にも行ったりするんですけど、ほぼ海外にいるということで、一応海外在住者とさせていただきました。というわけで、その海外在住歴とか今みたいな自由なスタイルになってどれくらい経ちますか？今のスタイルになって、4、5年。4、5年ですね。でズバリ、げんちゃんはどうやって稼いでますか？僕はさっき言った通りコンサルをやってるんですけれども、全て Zoom 対応でやってますから、オンラインで稼いでると。でいかにマイルを貯めるか、そしてそれを使っていくかということを指導しているということですね。そうです。はい、もう全国各地、世界各地にお客様がいらっしゃるので、ぜひアクセスしてみてください。というわけで、海外移住したい人が見ていますと。でお金の不安をお持ちの方がすごい多いので、どうやって稼ぐのかっていう悩みに対して何かアドバイスがあればお願いしたいと思います。はい、僕のケースで言えばやっぱりウェブで稼いでるということになりますから、まずは日本で稼ぐと、でそれを稼げたらそのまま海外に行けるという、オンライン化するってことですね。そうですね。日本で稼げるようになって、それをさらにオンライン化できたら自由になれるということですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではお名前をお願いします。はい、枝裕二と言います。で枝さんは、肩書きは何ですか？はい、コミュニティ英会話の、代表取締役をやっております。どこに住まれていて何年ぐらい住まれていますか？はい、タイのバンコクに、住んで、13年経ちます。ズバリどうやって稼がれていますか？バンコクに来てる駐在員の、ご家族の特に子どもたちに対して楽しく英語を教えてる英会話教室をやってます。はい、この番組は海外移住したいよって方が多いんですけども、その中でお金に不安があるけどなかなかできないという方に何かアドバイスがあればお願いします。でもタイはなかなか出やすいとは思うんですけども、ね、はい、いろんなビザありますしね。いろんなビザあるし、で先輩方もいっぱいいて、僕らより全然20年30年来てる方もいらっしゃいますので、そういった方たちを頼りにしたりとか、なんか実際来てですね、なんか感じていただければ。まずは来てみろということです。これはもし日本語しか話せないよっていう方もなんとかなりそうですか？タイのバンコクは、僕もそうなんですけども、僕もタイにいるんですけれども、日本の方たち、日本の、コミュニティがね、あるので、そこで今、やってるので、言葉とか不安ないです。大丈夫です。ないですか？なくてもいけるということですね。ありがとうございます。枝さんでした。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。それではお名前をお願いします。園田と申します。お願いします。園田何さんですか？ジョージです。はい、園田ジョージさん。肩書きは何でしょうか？株式会社ホームネという会社をやってます。はい、ありがとうございます。ではどこに住まれていて、何年ぐらい合計海外に住まれていますか？今は合計1年半ぐらいですけど、日本とドバイ中心に半年ぐらい日本で、あとは3ヶ月ぐらいドバイで、3ヶ月ぐらいいろんな国っていう感じですね。なるほどなるほど。ズバリ何をして稼がれていますか？今はいろんな国の不動産の仲介をしています。はい。それは日本人富裕層ということで。そうです。もう日本人富裕層ですね。なるほど。
ではその不動産、特に中東の物件が多いんですか？いや、中東に限らず別に、まあ中東も多いですけど、あとはもう ASEAN 周りのカンボジアとかなるほど、ベトナムとかそこら辺もやってますね。じゃあそういったマーケットの魅力を教えてください。まあ基本的にはもう値段によるんですけど、なるほどまあ2000万から4000万だったらこの国、8000万以上だったらこの国みたいな感じで、なるほどなるほどそのお客様によって提案する内容を書いてます。ありがとうございます。では海外移住したいんだけどちょっとお金の不安、稼ぎ方に不安があるよという方に何かアドバイスがあればお願いします。まあ、とりあえずは移住してる人に話聞くのが一番早いです。それはいいですよね。だから何歩ぐらいで行けるのっていうのを聞くのが一番早いです、ね。ワオジのようなね、こう大会に出ていただいて実際ねやってる方がもう行ってる人に聞くのが一番早いです。国によっても違うし。というわけで、ぜひ中東に関しては聞いていただければというふうに思います。ありがとうございました。はい、それではたゆみさん、今回ドバイというところでワオジェグローバルベンチャーフォーラムに参加してみた感想はいかがでしたか？はい、とにかくクオリティが高くて、みんなこれ毎年各地持ち回りで、しかも手弁当で各支部の人たちが作り上げてるって感じなんですけど、本当に初めてのイベントとは思えない、今回ドバイは初めてだったけど、初めてのそのイベントやったとは思えないぐらいのクオリティで、もう感動の嵐というか連続ですごいびっくりしました。なんか毎年、いろんなインドとかハワイとか、あるいは昔はねバンコクとかで開かれたりしますけど、毎回なんかみんな人生をかけてやってるなっていう感じがするよね。本当にそうですよね。全くの無料でね皆さんやっていただいてるんですけど、手弁当であれだけのクオリティのものを参加者に喜んでもらいたいっていう思いだけでやってると思うんですけど、本当にすごくて、でやっぱり一番の魅力って、世界各国の経営者たちと実際に話ができるっていうことが、最新の生の情報がね本当に得られる、で本当に何でしょうね、抜け道ではないんだけど、こういうやり方もあるのかっていうことがたくさんあって、これだったらいけそうだなとか、あるいはこれだったらちょっと難しそうだなとか、逆に見えてきたりとか、いろんな国の特徴がね、すごいわかるし、国ごとによっても文化によっても全然違うので、本当に各国の攻略法がね見えて面白いなというふうに思いますよね。かつ皆さんが謙虚で、本当にフラットに付き合ってくれるというか、お話してくれる、誰もマウント取る人なんかいないみたいな、なんかもうやっぱりさ、世界の規模ってさ、大成功してる人のレベルも違うわけや、だからやっぱそういうところに身を置いてるからこそ、みんななんかもうそんなことでは言われませんみたいな、ビリオネーが友達ですみたいなね人が、要は外国人のっていうのがいますからね、そういうの見てるともう謙虚にならざるを得ないと。いや本当そうなので、本当に皆さんそうやって謙虚でいい人ばっかりだから、それにも感動したかな。そうですね、で皆さんに夢を叶えるポイントというのを一つお話ししてみたいと思うんですけど、とにかく自分が達成したい目標をすでに達成している人というのが世の中にいるわけですよね、お金がこれだけ欲しい、世界一周旅行したい、海外移住をしたい、こういった起業家したいっていう形ですでに達成している方がいるはずなんです、でそういう方々と周りにいるということが非常に大事ですよね。その人をまず見て、近くで感じて、かつ話ができるってこと自体がむちゃくちゃ夢に現実的にこうつかめるというか、リアルにこういう人がいるんだっていうことがイメージできる、もう身近にイメージできるって非常に大事なことなので、ぜひあなたが叶えたい目標をすでに叶えている人の近くに行っていただきたいというふうに思います。でそういう意味ではですね、このお金が欲しいと、特に海外移住したい、でさらにそこで起業したいっていう人もいるかもしれない、その時にお金が欲しいという時にはやっぱりお金のエネルギーのある場所に行くと、いうことが大事ですよね。田舎でさ、例えば誰も人がさあんまいないところとかでさ、お金のエネルギー感じろって言ってもなかなか難しいから、やっぱ大都会だよね。無理だし、やっぱりそういうモチベーションが湧いてこないんですよね。これでいいんじゃないかとかね、周りもそうだし自然環境も豊かなんで、これでいいんじゃないかなと思うけれども、大都会行ってさらに、今回どこですか行ったのはドバイ、ドバイというのはまさにお金のエネルギーがビンビン流れてるところ。そうだね。もう行ってみていただければ分かるんですけど、世界ナンバーワンが多いからね。世界ナンバーワンの水族館とかね、世界ナンバーワンの建物もそうだし、高さの世界ナンバーワンの額縁なんかもうすごい、でっかい額縁が飾られてんね、素材はないですけども、すごい有名なやつがいっぱいあるから、そういう本当になんか
もうお金をとにかく費やして作った街やからさ、周りもね本当に理想的な成功者のタワーンばかりそうやな我々が泊まったところもそうですけど、本当にすごかったよ、で今回はそんな中でぜひドバイにあなたにも行っていただきたいと思ってるんです、でその時にぜひトライしていただきたいのが、デザートサファリとそうだねいうことでこれ面白いよね、ランクルで砂漠を走り回るというわけでその様子をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、フォトスポットにやってきました。というわけでこちらで皆さんとフォトを撮りたいと思います。はい、映えをどんどん撮っております。映えをどんどん撮っております。そう、こうやって人がね映らないところで映すのがポイントというふうになっています。はい、ラクダに乗ります。うんこしてます。うんこしてますが、ラクダに乗ります。うわ、ちょっと風で音声がどれくらい取れてるか分かりませんが。はい、乗ってください。前行こう、前、一番前。はい、乗りましょう。西村さんに動画をお願いしたいところでありますよ。高い。うわーすごい。やばい。角度が。あ、後ろ。揺れがすごい。揺れる。めっちゃ揺れる。ごめんね、ラクダさん。ありがとうね。あなた、画面を見ながら時間です。はい、ちょっと激しくて揺れて怖いんですよ。どうやって。やばいです。はい、やばい。はい、ラクダ乗ってます。ついてくれる。はい。可愛いですね。見られます。なかなか激しい。震度3ぐらい、震度5ぐらいで。なかなかこの、手が持ってないと外れてしまうというこんな感じになってます。以上、本日は海外在住者に聞いた YOU は何して稼いでるの第1弾をお送りしました。この動画が良かったらぜひチャンネル登録、高評価、そして何かね、私もこうやって稼いでる、あるいはこんな稼ぎ方がしたいっていうことがあれば、ぜひねコメント欄で共有いただければというふうに思っております。それではまた世界中でお会いしましょう。 See you around the world。 バイバイ。この動画をご覧いただきありがとうございます。コメント、高評価お願いします。ホームページ、メルマガ、X などやっております。詳しくは概要欄にて見てください。